せいちゃんありがとう。食ってくれ食ってくれ。ドンピシャ入ってんだよね。目の前目の前のせいちゃん、目の前まだまだ残ってるまだ残ってる。お、あれだ。おっしゃーおっしゃー。いやー、やっと来たね。今回北海道函館から、津軽海峡、この辺で今ねちょうど姿見えてるっていうのがだいたい100から、200キロないぐらいのサイズ、結構でかいと思いますけどね。でこの辺はやっぱり潮が速いんで、2ノット4ノットぐらい結構潮がね、流れるんで、やっぱり魚の引きも強烈ですね。で春先の産卵期と違って今はもう餌たらふくて結構やっぱり力もあるし、で水深も潮の流れもあるんで、いろいろとね、全国いろんなところでマグロを釣ってますけど、やっぱりここのマグロもかなり強烈ですよ。ここ最近の状況は昨日ちょっと船長に聞いたんですけどね、日によって、魚は結構いるけど浮きが良かったり、要するにトップに出たり出てこなかったりなんで、魚はかなりたくさんいると。でサイズもまちまちですと。でエリアによっては近いところだと5、60キロ、ちょっと遠めに走ると結構やっぱり100キロ以上200キロぐらいまでの魚が見えますというところなんで、今回ね、せっかくのね新型の、ロッドリールルアーいろいろね持ってきてますんで、大きなやつを、1本ね、キャッチ&リリースできたらいいかなと思います。リーダーとかも組んできちゃったんで、あとはもう本当に通してルアーつけるだけだから。入るかな。この方がいいかな。函館の思い出はね、結構知り合いがいて、時々来るんですよ、プライベートで。でいつだろう、2年3年、ここ4年ぐらい結構年末に結構来てて、夏もたまに来るけど年末の方がやっぱり魚も大きいし、でチャンスが多い。寒くなればなるほど餌が集まってきて、マグロも大きなマグロが津軽海峡に入ってくるような感じなんで、自分も大体ここ近年は12月11月から12月かに来て、で最終来るのが結構クリスマス前後ぐらいに来ることも多くて、でその時に、毎回っていうわけではないけど、やっぱり150キロから180キロ近いやつを、ヒットさせたりね、でかいやつはもう200キロ超えてんなってやつもヒットしたことも何回かあるけど、それがフックアウトだったりね。だからマグロって結構ね、夏場やるエリアもあるし、逆に冬しか釣れないエリアもあるんで、もうこの北海道はねやっぱり自分の中でやっぱり10月11月12月あたりがやっぱり最盛期、大きなマグロが入ってくるね。だからその中でもね、100キロ以上のやつを何本か釣らせてもらってるんで、そういった意味では結構思いのあるエリアかなと思います。マグロが釣りたい、食べたいっていうよりもね、実際初めての頃はね、本当ねやっぱり釣ったらもう食べたいとか、もういろんなことあったけどね、やっぱりいろいろやってるとナブラを見たいんだよね、もうね。マグロが集まってくる瞬間、鳥が騒ぐとか、
こう海が急に変わった瞬間に今まで何もなかったところから急にやっぱりその大型のマグロがもう本当にね、狂ったように水面にもう湧き出てくるようなあの瞬間、あれを見てるとね、なんかこう投げなくてもいいなっていう時が出てくるのよね。最初は無我夢中よ。もう最初の始まった頃はもう一匹でも跳ねたらもうね、もうすかさず投げて、もう誘い出しナブラ打ちみたいな感じで散々やってたけどね、あまりにそれがナブラがでかすぎるともうなんか、うわすごい、なんかこういうのをみんなに見てもらいたいな、この光景をっていうぐらいすごい時があるんで、だからそれをなんかもういろんな各地で今釣れるようになってきて、それをなんかこう自分の目で見て、なおかつ釣って大体この辺のマグロはこういうベイトを捕食しながらこのぐらいのサイズがメインなのかなとかっていうのをこう見て、いろいろとねこう伝える役目も自分はあるんで、そういった意味ではいろんなところにこう出向いて、いろいろとこう、釣りをしながらそのなんていうのかな、現地の人たちと交流をとって、でなおかつ釣り方のアドバイス、あとはそのね水産庁とかともやってるんで、その情報のそのやり取りっていうのも普段からねやってるんで、そういったところでプライベート仕事問わずでちょっとこうね、全国各地に情報があったら行くっていう感じで行ってますけど、そんなにだから毎回魚を持ってくるかしたらほぼ持って帰って、今年に至っては一本も持って帰ってきてないんで、だからだんだんやっぱりね魚がいっぱいいればそうなってくるとは思うんで、少ないからどうしてもね、少ない時にやっぱり持って帰りたいっていう気持ちもあったけど、今はもうなんかその見たい、すごいマグロがもうね、なんだろう、もう我忘れてもベイトに夢中になって水面からドカーンと跳ねる姿を見たいっていう方が強いかな今。そうですね、さっき船長から連絡があって、明日はちょっとねその海峡の状況が風向きがあんまり良くないと。言ったら函館から、その本来のポイントまでは走れないと。ただ手前にも、十分魚がいると。めちゃくちゃ大きくはないけど、でも80キロぐらいまでは結構見えてるらしいんで、それでも十分ですと。釣りができないわけじゃないしね、チャンスがあればというところで、明日は結構手前側を、メインでやって、で逆に明後日はベタなぎなんで、明後日からはもう完全にその本命のポイントの太平洋側の方に、ポイント移動して大きいのを狙うという感じで、船長が作戦を立ててました。明後日しあさって明日以降は比較的風はそんなに強くないんで、多分本来のポイントまで走れると思うんでね、その意味では非常にチャンスはあるかなと。大きいのもねだいぶいるみたいなんで、タックルよりもね自分の方がどこまで耐えられるかっていう可能性がね高くなってくるんだけど、でもねこの新しいリール、ロッド、ルアー含めてねいろいろ使うのはねやっぱり楽しみですね。気も軽いしね、強そうだもんね。完全に強くなってるよこれはもう。そうだね、まだ10月だからね、10月の前半だからね、思ったより気温は低く出るけど体感は多分ね、水温はまだ高いしね、多分岸によりも沖に出た方があったかいかもしれない。あとは風向きだよね。この辺はもう北風吹いたらね、北風とあと東っていうかね、やっぱりもう山の方から吹いたら一気に体感が下がるけどね、風がなければ逆にまだ暑いもん。魚のサイズによってそのタックルを変える、あと食ってるベイトによってそのルアーを変えるっていうのはそうなんだけど、マグロの場合やっぱりある程度長時間のファイトっていうのがねもう最初から頭にあるんで、要はあったかい格好で走っちゃうと最後もう汗だくで全然自分がもうね釣りがまともにできなくなる時があるんで、その多分いきなり魚のサイズ見てちょっと上着を脱いで薄着で行く時もあるし、
逆にね全然跳ねなくても浮気すると楽しくなるし、そういったところも結構ね細かいところだけどね、後のことまで考えないと自分がちょっとね苦しくなるだけなんでね、まあその辺はうまく調整してちょっと狙っていこうかと思ってます。おはようございます。いやいや自分のそんなびっくりしたよ。船長太ったなと思ったら逆に太ったって言われたよ。いよいよ始まるね、今日から。そんなに風はここは吹いてないんですけどね、函館は吹いてないんだけど、太平洋側の方がね結構風が南東で吹いてるんで、あんまり遠出はできないけどね。まあでも近くにも魚入ってるみたいなんでチャンスあると思いますよ。25000番が、12号、ロットは3本かな今日は。25000の方が12号入れて、2万番の方が、まあ、スプールね。ボディは全部18000の HG ですね。ハイギアモデル。やっぱりね、ラインの回収と、あとはキャストした頭のやっぱり回収とか、まあいろいろ考えると自分はなんかハイギアの方が扱いやすいんで、ボディは 18000HG で、スプールだけ変えて、18000HG のボディに2万のスプールと、18000のボディに25000のスプールと。で、ラインを25000は12号。で、2万の方が、10号。ということで、まあ状況によってちょっとね、ラインの太さ、あと魚のサイズですね。ちょっと変えていこうかとは思ってます。新しい G タイプ。G。グラスだね。より立ててファイトができるように。まあこれは12号かな、やっぱり。品番で言うと S72 の XXXHG ですね。グラスの入った。すごいね、このガイドがまたね。多分、みんな見てね、びっくりすると思いますね。このガイドのでかさに。これがここからちょうどね、ブランク叩かずにね、綺麗に出てくんで、このガイドだけでも相当すごいと思うよ。あとは、78はロングキャスト用なんで、まあ、2万番で P15、ちょっと小さなルアーもね、つける可能性があるんで、70の XXXH、X は3つですね。いろいろなところね、ガイドもそうだし、変わってるんで、さらに使いやすくなってますね。まあ、ベイトは結構多分前橋が多いと思うんですね。港の中にもね、前橋がいるぐらい。で、サイズ見たら大体まあ17、8センチぐらいかな。まあ、あれが沖にいるとも限らないけど、まあでも大体沖からね、中に入ってくるんで、まあベイトのサイズはそのぐらいじゃないかなと思います。でかい。インパクト大だよね。だから何を食ってるかにもよるけどね、マグロがね。このね、新しい30センチのビッグペンシルでね、まあ、飛距離も出るし、アピールは最大だよね、これもね。まあ、ただ、ベイトは多分この半分ぐらいじゃないかな、今食ってるね。半分か3分の2ぐらい。ちょっとでかいけど、まあ逆にでっかいマグロは食うかもしれない。まあ、あとは様子見て、出ても乗らないとか、あとは見に来ても U ターンするようなマグロが多い場合には、まあ一応、いろんなルアー持ってるんで、その時は交換して、一応やりますよ。マグロ釣りって、なんか決めた日に必ず出れるとは限らない。今までもそうだけどね、もう魚いっぱいいます。でも、こっちやる気もあります。でも、もう、一切海に出られないっていう日もあるんで、だからそんな日でもね、やっぱりこう、出られるだけでありがたいなっていうのもあるし、チャンスがね、もらえたっていうね、釣れる釣れないよりもね。ただその中でこう、タックル準備をしてるときに、いろいろ考えるわけですよ、頭で。今日はね、魚がどのぐらいのサイズの魚がいて、ベイトが何なのか。で、その中で、今日は多分このルアーだったら釣れるんじゃないかとか。で、このタックルだったら飛距離も出て、このタックルだったら取れるんじゃないかとかっていうのを、こうやっぱりね、リーダーをつけながら、この水ベルつけたりね、いろいろやりながら、その時にね、いろいろやっぱりこう考えることがあるんで、まあその時間が多分一番楽しいんじゃない？
道具が多ければ多いほど大変だけど、やっぱその大変な中でやっぱりそのいろいろ考えるっていうことが、やっぱりそれが実際海に出た時に答え合わせをして、それがピタッときた時のやっぱりその釣り人のやっぱりこうなんだろうね、俺の読みは当たったみたいなね、そういうのがやっぱり嬉しいなとは思ってる。魚はね、まあ、やっぱり命がけだからね。人間はね、バレちゃったで済むけどね、魚はそういうわけじゃないからね。だからやっぱりこっちもそれなりのね、覚悟とね、あとは完璧なタックルバランスでやっぱり挑むっていうのが必要かと思いますよ。お、船長が上に行ったね。一発出たっぽいね。船長がね、出たーってからね。ちょうど大間の前だね、今。一番潮波のきつい。今もう潮が止まってる感じなんだけどね、これだけ今、津軽海峡ね、西から東に潮が流れてて、これから潮が走ってきたらね、もっと波立つと思うけど、OK。まだ自分の目でね、マグロの姿見てないんでね。綺麗じゃない。ちょっと一回上げてみようか。後ろ危ないよ。早いね、潮が。ちょっとまとまって跳ねればいいけどね。今は単発ですね。やっぱりこのガイドね、ブランコこうラインがバチバチ叩くような音がしないんでね、キャストしてやっぱ気持ちいいですね。12号の割にはやっぱり飛距離出てると思うしね、伸びてるっていうか飛距離が落ちない感じがしますね。ルアーが失速しないっていうか。ちょっと78の方にグラスのね、立てられるロッドの方で、この25000番12号ですね。 P12 号で、リーダーはナイロンの60号。ちょっと 1,2 頭ぐらい投げとこう。ちょっとね、グラスだけどね、このキャストフィーリング非常にいいですね。ちゃんと振り抜けられる、振り抜けするんでね、ルアーも飛ぶし、ロッドのパワーも結構あるんでね、この海峡の速い流れでもルアーがちゃんとルアーをね、意のままに操れますね。下手気に竿が柔らかいとね、この誘う時にね、ルアーが潜りすぎちゃったり、あと動かしたい時に動かなくて、結構ね思いっきりアクションを加えないと、そうするとね、こういう波が立ってるようなエリアだとね、ルアーが水面から飛び跳ねて意外とこう使いにくかったり、うまく支えないことがあるんですよね。チャンスは潮止まりだと思うよ。だから潮が12時38分に潮止まり、満潮潮止まりで、今10時なんで、まあ潮止まりに少しずつ向かっているけど、まだ結構流れてるから、これがだいたい1時間から1時間半ぐらい後すると、潮がちょっと緩み出してきて、で潮のこのザブザブしてるのがちょっと取れかかる頃にシーラがバーッと割れれば、シーラパターンでどっかに出ると思うんだけど、まあそのタイミングまで待ってね、跳ねるかどうかはその日次第っていうのがあるんで、
レインも脱いどこう。レインも3匹あるな。3匹は潮止まりまで1時間なんでね、ちょうど地合的にはこのぐらいから潮止まり直前までが跳ねる可能性は高いと。ちょっとね、先週っていうか今下手の方でね3発ぐらい、跳ねたっていうんでね、潮は向こう側にね今ちょうど跳ねる方向っていうか今船首の方向に船は流れてってるんで、このまま行ったらちょうどいいところにマグロが跳ねたところの近くね入ると思うんですけどね。そうそう簡単には出てこないね。単発でもねもうちょっとこう姿が見えてればいいけどね、ほぼほぼ跳ねないんでね、どっかでまた跳ねないかね。なかなか出てこないね。潮止まり前なんでね、今が一番のチャンスだと思うんですけどね。やっぱりベイトが少ないからそれを食いに来るマグロもちょっと少ないんでしょうね。やっぱ海域によってそれはかなりね差があるんでね、特に今の津軽海峡は気温は下がってきてるけどね、水温はまだ高いんでね、ベイトが少ないんですよね。もっと水温が下がればね、イワシとサバといろいろ多くなってくるんですけど、まだ多分ねそんなに多くはない。見てても鳥がいないんで今日はね、鳥がいればイワシとかねサバとかそのベイトがなんとなく多いなっていうのは想像つくんですけど、今日見た限りだとねもう本当に鳥がもう全くいないんで、表層にいる餌があまりいないっていうね、少しでもなんか変化がないかなと思ってキョロキョロしてるけど、なかなか厳しい海だね今日はね。いや今日なかなかチャンスがなくてね、今日一回も見なかったね。せっかくねタックルは組んだけど、これもマグロ釣りですよね。いいタイミングもあればね悪いタイミングもあって、今日はねもともとやっぱりちょっと沖に出られないっていうか遠征できないって話だったんで、仕方ないかなとは思うんですけど、とりあえずね明日は特にね今日はタックルをそんなに目いっぱい使ってないんでね、一応チェックはしますけど、明日がね本番、明日から本番って言うんですよね。明日はいよいよ今釣れてるエリアに走っていけるんで、やっと明日から釣りができるって感じになると思います。今日のところはね本ちゃんの場所がしけっていけないって話は聞いてたんで仕方ないですけど、とりあえず明日また頑張りたいと思います。なかなかの単発ぐらいでしょうね。ほぼ見えなかったもん自分は。もう最後船多くなってた。そうね、起きたって沖にパッて見たらすげえ船いっぱいいると思って、他が何にもないんでしょうね。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。
多分ね、昨日がしけでちょっと行けなかった、本命ポイント、多分太平洋側の尻屋崎っていう、太平洋側の、ポイントに行くと思います。ここ最近はやっぱりその津軽海峡よりもその太平洋側の方がなんかベイトが結構入ってて、でマグロも多いって話は聞いてるんで、昨日はねちょっと風とうねりが、真逆の方向で、ポイントまで行けないということで、今日はねやっと風が落ち着いて、多少うねりとね潮の速さがあるんで波はあると思いますけど、尻山の方まで行けるっていう話を昨日船長言ってたんでね、今日はチャンスあると思いますよ。跳ねてるね、たまにね。いい感じだね、海がね。やっぱり本命ポイントに来るとちょっと雰囲気あるね。で来る途中も今この鳥の周りでね56発ぐらいかな、しぶき上がってマグロがいますね。うわ、でかい、あれでかいね、しぶきはね、あれはでかいよ、ちょっとね。前はちょっと小さいよね。よいしょ。サイズがバラバラだね。でもね正面で跳ねたのはそんなに大きくなかったね。おお、跳ねてる、やってる。いいね、やっぱ興奮するね、こうねマグロが跳ねればやっぱりこうね血がたぎりますよ、本当に。ただどこに投げていいかっていうかね、あっちこっちだと結構迷うけどね。多分あの辺出るね、あれね。鳥が結構鳥山になってるね、鳥山。あれ出るね、多分鳥山になってるから。ほら、鳥がもうこの辺もね鳥が少ないんで、ほらだいたい10羽ぐらいいたらもう鳥山になってる感じなんですよ。相当マグロ入ってると思うんですよ。おお、手前でもそこでもやってるしどこでもやってるね。でかいね、波紋がでかい。怖いぐらいの波紋のサイズだね。単発で跳ねるやつのがなんかでかそうな気がしますね。近寄れば跳ねないしね、追えば跳ねないし、待ってても出てこないしね、なかなか難しいところだね、これね。このスピード感がいいね。魚を追いかけてるっていうかね、距離を詰めてる感じが。最初にねこうキャストする1投目のこの気持ちがね、やっぱりね、このスピード感とキャストした後のねルアーの動きが非常にね好きですよね。1投目で大体出てきますからね。この辺にいるよ、この辺に。もう 100m 圏内に相当いると思うけどね。誘い出しはね難しいですよね。出てくるサイズが読めないんで。だ今回はねもう星は70プラスのね12号で、リーダーはナイロンとね、60号。大物がかかっても取れるようにね
結構太字掛けで挑んでますけど、さっきこっちでかいのが跳ねたんだよな。おっ出た、おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー。でかいのが出たとこに投げたら出ちゃったよ。出たね。お、浮いてきた浮いてきた浮いてきた。今のうちにライン回収。まだ元気よ全然。真下だねちょうど今ね。おやべえ、走ろうとしてんな。魚が後ろ行ってるから今。よいしょ。浮いてきたのはいいけどこっち寄ってこないな。だいぶ上にいる魚が。ロッドも粘りがあっていいねこれ。なんかファイトしても安心感があるよね。ちゃんと曲がってくれるし復元力もあるしね。圧倒的なパワーだね。ロッドとリール、ライン全てにおいて圧倒的なパワーで。で空気を吸わして、よし上がったよ船長。持ってくよ船長。用意できた。はいはい、広めます。よし。ああ取った。
早かったね。はい、OK です。おお、危ない危ない。で、バイちゃんよ。はいはいはい、OK。おお、魚が泳いで、船より先に魚が泳いでっちゃう。元気だね。潜ってたよ。あ、いやー、ありがとうございます。はい、次行くよ。ありがとうございます。まあちょっと難しい最初のパターンだったんですけど、だんだんやっぱりまとまりが良くなってきて、で反応も出てるってことで、で誘い出しで、キャストして、で誘ったら出ましたけど、まあやっぱり結構大事なのがこう着水音も結構やっぱアピールの一つなんで、だからルアーが今回ね、プロトタイプの、300ミリってことで、かなり大型のルアーで着水と、あとはその誘った時に抜けの良さで結構こうひらひらひらってこう見せるような感じでアクションしたらドカッと出て、結構いい感じでね一発で出てくれましたね。でその後はねやっぱりもう最初はね、ドラグ12キロぐらいだったんですけど、もう最初のファーストランがある程度こう止まるかなっていうタイミングの前にもう結構ね、どのぐらいだろう、6ノッチぐらいかな、こうカリカリカリって締めて、でそれでもまだ出るようだったんでまたさらに5ノッチぐらい締めて、でそれで今度はロッドも立てながらずっとファイトして、まあ、当然巻いてもね安心感、やっぱりこうトルクフルなパワーと、あとはやっぱりこう魚がちょっと浮いてた時に一気にこうラインの距離を詰めるっていう作業もしやすいんで、やっぱり今回ね新しいリールっていうのもやっぱりかなり進化してると思います。まあ、非常に全体的なバランスっていうのがやっぱりトータル的に優れてるなという感じで、安心してねこういうビッグゲームには持ってこようかなと思います。まあ、やっぱり食いがいい食いが悪いっていうのは日によってだいぶあるんで、やっぱりそのヒットするっていうか、最初に一発目まずルアーに反応してくれたことが嬉しかったね。要はボンボン跳ねててもやっぱりなかなか食わないっていう時で、他の船からもね、まあ、情報もらいながら、距離詰めてって、でこの辺にマグロいるから反応出てるし、で誘い出してやってって言って、やっぱりドカーンと出てる竿に重みが乗ってドライブが出た瞬間っていうのはやっぱりもうマグロ釣り来てよかったなっていうね、まあ、あれをやりにやっぱり来てるんですよね。その一頭一頭でその思いを込めながら、その一頭でその竿に乗った重みを体で確かめるっていうのがやっぱりそれができたっていうのが、まあ、自分の中ではやっぱり最高の瞬間かなと思いますね。そうだ、あそこで一発だね。ドーンって一発だけ。お、だ、あ、乗らない。だ。でかいね、波紋が。簡単には食わないね。今見ておお、だ。乗らない。でかいね。本気で食ってこないね。うん。おお、よっしゃ、乗った。よっしゃ。よっしゃ。おったよ。よし。やっと乗ったね。3度目の正直だね。
どこ行ってんねん。やばいやばい。嫌なパターンの下入っちゃった。あと50だな。まあマグロは正直言ってね、もう自分の中では釣りとは思ってないんですよ。もうハンティングですね、完全に。もう他のは釣りなんですよ。要するに釣り竿でルアーをキャストしてそれ誘って食わせるとかっていうのは、まあ、マグロもシーバスだったり何でも一緒なんですけど、ただやっぱりマグロの場合って要するにその日の天候、その日のベイト、その日の潮回りで、それで魚がどこに現れてどういう攻め方をしなくちゃ釣れないかっていうのをもういろいろと考えていくんですよ。で他の釣りはそこまでないんですよね。まあ、最近コネ入れで釣れてるよで、塩上げがいいよ下げがいいよぐらいなんですけど、マグロの場合やっぱり本当にね、もう山でハンティングするのと同じで、それを海でハンティングしてる、要するにマグロをこうね、釣るっていうよりももうその一発で仕留めるっていう、その獣相手に戦ってるようなそんな感覚なんで、まあ本当にね、他の釣りと違うのは、やっぱりまあ釣りでこう楽しみながら釣るのか、マグロの場合やっぱりこっちもね、下手したらちょっと命を懸けるって言ったら大げさかもしれないですけど、そのぐらいのやっぱり、意気込みでいかないと、相手の方が言ったらはるかに自分よりでかいわけですから、生半可な気持ちだったらやっぱり怪我もするし、まあ、その辺はね全てのタックルバランスから、まあ、気持ちもそうなんで、やっぱりその辺をねこうやっぱりもうマグロに向けていかないとなかなかねやっぱりこうキャッチまでいかないかと思うんですね。はい、そうですね、もう一回、もう一丁、ちょっと待って、もう一回。おなんだ、変な方行くぞ。ちょっと待って、急に。はい。オッケー。あ、ちょっと。ガチャッと。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと肉いっぱい食べて。ああ。なかなかやっぱ海峡マグロはきついね、流れがあってね。オッケー。はい、潜ってった。はい。いやーしんどい。出た時はでもすごかったね。一発目乗らず、二発目乗らず、なんかちょっとこう杭が浅い感じで。で、3回目、ドワッ。やっぱりこの津軽海峡流れが速いんで、見えてからがすごいね。全然浮いてこない。20メーターのところで見えてるけどね、あそこからがもう本当にもうラインの強度勝負だね。ありがとうございます。いやー、道具に問題はないけどね、これが自分で鍛えないだね、やっぱりね。まあ今回ね、まあ2本のマグロを、キャッチ&リリースできたんですけど、
本当にやっぱり勝負が早いイコールリリースもやっぱり手早くできるんで、そういった意味ではね、本当にこれからのゲームのスタイルとしてはやっぱり体に負担をかけることなく大物とやり取りやりながら、気持ちよくねリリースまでできるっていう、そういうスタイルで臨めたんで、今回ね非常に良かったかなとは思います。でも本当安心感しかないですね。タックルのバランスの安心感、もうまだまだ余裕があって、もっともっと大きな魚とのやり取りができるっていうところで、非常に、楽しい釣りができたと思います。よし、いやー着いたね。また来たね。さすがにこの時期はねちょっと寒いね。前回はかなり軽装だったけどね、今回はもうダウン着ないといけないぐらい寒くはなってきてますけど、その分ね、大きなマグロが、釣れてるみたいなんで楽しみですね。さあこれからチャンスがあれば一発大物ね狙っていきたいと思います。では2回目の兆候ね、11月に、来たっていうのがより大型のクロマグロです。200キロ300キロっていうねマグロがこう狙える超ハイシーズンなんですよ。ベイトもね、アオリカとシーラパターンって言ってね、でかいマグロが大好きなねベイトをすごい入ってくるんで、それがねこう狙える時期でもあるんで、今回ね2回目の兆候に来たという理由ですね。あれからね、1ヶ月経って、すっかりね、気温も下がってね、冬の北海道になりましたけど、本当ね天気次第でね、この時期はね2日入りねして3日明日ね出れると思ったんですけどね、船長から風向きが急に変わってね、明日しけで出れないっていうことでね中止になりました。で残すところ予定がね予約入ってるのが1日最終日、4日の日だけなんで、その1日だけで、出れてチャンスがあればいいかなっていう感じはしますけど、この時期なんでね正直1日だけでも出られたらラッキーっていう気持ちではいるんですけど、ただチャンスはね本当にその1日のみになるんで、なかなか厳しい戦いになるとは思いますけど、なんとかその凪にね期待して頑張りたいと思います。いやーさすがにこの風だからね厳しいね今日ね。でもこの時期はやっぱりもうこの繰り返しをね、風が吹いたらもうしけて出れないし、だから出れるのは本当一瞬、もう本当に1週間でね1、2日出れたらいい方なんで、これからそういうシーズンですよ。だからよりチャンスが少ないんでね、今日はやめて正解ですね。これはね最終日かな、一番出れるのは。だから実質今回は1日出れたらいいかなっていうぐらいだと思います。全体的には風がずっと強い方なんで、チャンスは本当にね1日あるかどうかっていう感じだと思いますよ。そうだね、やっぱり一番この兆候の前の特にね、やっぱりこうリーダーシステムを組んだり、その時にもうすでにね、例えばこの道具、リール、ロッド、ライン、リーダーで、大体どういうルアーを投げて、どのサイズが出たらこの出番だなっていうのがある程度頭の中でこうなんてイメージできる時間なんですよ。実際これを使う出番が来るかどうかはね、その当日その状況になってみないと分かんないんですけど、ただやっぱりもうある程度こう狙いに行く場所、時期、それによってそのサイズ感がある程度はね見えてくるものがあるんで、ただそれもね結局はやっぱり海に出られる条件、ある程度ね、出船ができるような海のコンディションだったり、ただコンディションが良くてもね、例えばベイトが毎年毎年ちょっとこう出入りが違うんで、それによって例えば今年はね大きいのが入ってこないとか、逆に言ったらもう違う時期にでかいのが入ってきて、下手したらね今までいなかった魚、例えばここ最近あんまり良くないよっていうのがたまたま来た時に急に想像を超えるようなでかいサイズばっかりになる場合もあるし、
だからもうとにかく海に出てみないとわからない、エリアっていうのもあるんで、そういうのをねこう想像しながら、例えばこの道具だったら本当に何キログラムの魚がね、こういけるんじゃないかとかっていうのを想像しながらこうリーダーシステムを組んで、だから一つ一つのところに、例えば P とリーダーのね結びのノットに対しても、こういうね金具との結びに対しても、やっぱり今までその、失敗とね成功といろんなその経験をしながら、どんどん、自分なりには完璧なシステムにこう近づいてきてると思ってるんで、それをねやっぱりこう実際フィールドに出て試す機会、それがねこの前日とか、準備する時間かなとは思うんですよね。チャンスは本当にね多くはないんで、その少ないチャンスをものにするっていうのは、やっぱりいかにこの事前の準備、あとイメージが大切かっていうところが、このビッグゲームではね特に感じるところだと思いますね。それがこういうね準備する時間のところにだいぶこうね集約されてくるような気がしますね。はい、できるとこまでのね、準備は一通り終わったんでね、あとはもうね、天気はこう祈るばかり。出れたらちょっとだけチャンスがあるかなと。でも出れなかったらチャンスがないんで、そのためのね、事前準備っていうのはもうほぼほぼパーフェクトにできてると思うんで、あとは本当にね、天候次第、そんな感じだと思います。出れたらいいですね。やっと出られるね。ずーっとしけっぱなしでね、なかなか出れるチャンスがなくてね。でも時期的にはしょうがない、もうね一日でも出られれば、逆にねワンチャンあればいい感じですけど、なかなかこの時期はね出れる日が少ないんで、それだけにねタックルの準備は念入りにしとかないと、ワンチャンあれば本当ねそのワンチャンを取りに行かないといけないんで、なんか今日行くポイントはね、多分ベイトがアオリイカか、シイラだから、時期と場所によってちょっとねベイトも結構変わってくるんでね、現場に行ってからの答え合わせっていうのが結構ね重要なんで、とりあえずね朝一はちょっとデカめのねこの30センチのルアーで飛距離重視でね、特に今日は風がないんでね、風が吹いてればね多少そのキャストした時にね風でラインがこうルアーもよく飛んでくれるからいいけど、どうしてもね風がないとこれだけ太いライン使うとね飛距離が出にくいんで、少しでも飛距離の出るルアーをつけてやるのがね一番ベストな選択かなと思います。あとは現場に着いてから答え合わせですね。よし、今日は間をよし OK。そろそろポイントの海域には入ってると思うけどね、ここは今ね陸奥湾の入り口なんだけど、陸奥湾の入り口あたりから、ピン先の間にかけて結構ねそのシイラパターンがあったりアオリイカパターンがあるんで、ちょっとねまだ多分エリアがここ数日ちょっとしけてたんでね出られてないから、少しずつね8時20分が今日は潮止まりなんで、それ前後によく跳ねるとね一応想定して、多分手前からちょっとねポイント線上を見ていくような感じだと思います。手前からどんどんこの一番ねピン先寄りの方に動くんじゃないかと思います。しけ跡でねどう変わるか分かんないけど、まだシイラもいると思うしね、マグロも入ってると思うんで、
ただ常にこう跳ねてるわけじゃないんでね、ほんと地合いで餌を追ってこういきなり始まったりね、近くで始まる場合もあるし、遠くで始まる場合もあるし、まずはそのね、探すことですね。一回でもね、まあシイラが逃げる、もしくはね、それを追いかけてマグロが突き上げてきてね、しぶきが見える、そういうのをね、先に見つけて距離を詰められれば、その分チャンスがね、多くなるんで、ちょっとね、朝一はシイラパターンを見越して少しね、目立つカラーになんかあった？どれ？前に行って。なんかドキドキするね。久しぶりの出船だし、なんかなぎでね、しかも数日前までね、200キロオーバーが何本か上がってますからね、ちょっとずつ潮目が出てきてるね。沖の方が少し黒いね、潮目が入ってきてるんで、あおりだったらなんかルアー買いたいな。ルアー持ってくるか。ルアー持ってこよう。一応あおりはい。なんでか一回下乗りなんか船長から他の船から情報があってね、だから結構マグロ跳ねてたみたいですけどね、多分アオリイカ食ってるんじゃないかっていうんでね、ちょっとルアーをカラーをクリア系にチェンジします。アオリイカ自体ね、かなりこういう感じのクリア系にちょっとね色がついてる感じなんで、まあ少しでも似せてね投げるチャンスがあればいいけどね。お、じゃあこれ出たよ。アオリイカだね、食ってるね。ほらいる。おー、いる。アオリイカだね、食ってるね。出方がね。お、前前。お、イカの炭が。お、届けば食うよ。ほら。入った。食ってくれ。入ってんだよね。ドンピシャ入ってんだよね。今ドンピシャで入ったんだけどね。ねえ、今ドンピシャで入って、あれでまたイカがいれば他のやつが突き上げてくんだけど、イカがいなくなっちゃうと突き上げないんだよもうね。アオリイカ食ってますね、完全にね。いいけどね、カラーも申し分ないし、飛距離も十分だし。おお、目の前、船長、目の前、まだ残ってる。おお、来たよ。おっしゃ、来た。よっしゃ。
まだ落ち着いてない。よっしゃ。おう。でかいね。ちょっと一回泥切れてみるよ。触ってる。食ったね。ちょっと待ってよ。体勢を立て直さないと。ダメや。もうあとはドラグ力とラインの強度勝負ですね。もう残りいくらもないんですけどね。浅い方にね、船長誘導してくれてるんで今ね。これもやっぱラインの強度がないとできないんですよね。浅い方にね、マグロはやっぱり弱るんですよね。泳ぎ出してきたな。強い。強いね。しかしラインも強いな。これだけドランかけてね、全然人間の方が辛いよこれ。確実に上がってきてるよ。ちょっとストレートサイトだけどね。もうこうなってくるとドラグ力とラインの強度だよね。ストレートは特にね。もう残り20ちょいなんで本当にここが一番しんどいね。一気に終わったよ。緑が見えたよ。あと残り20ないね。浮いちゃえ。
よし、一回空気吸ったぞ。もう一回空気を吸わせればね、終わるからね。あ、反転した。反転しちゃダメよ。250ぐらいあったかもしれないな。よし、もうリーダーも入ってるし。でかいね、やっぱりね。250じゃ効かないね。300まではないけどね。まだだいぶ力あるよ、船長。ギリギリ吸わねえな。おお。はい。すいません。はい。もう一回。はい。もうだいぶ弱ってるよ。はい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 。これメール。オッケー。そのまま行って。おお、言えた言えた。オッケーオッケー。はあ、はあ、船長ありがとう。250だ。自己記録だね。いやー、ああ、長かったね。意外と今日はね、朝からずっと潮目の周りでね、アオリイカを送ってマグロが至る所で跳ねてたんでね。ただサイズがちょっと小さいところ、まあ小さいとも100キロ以上あるけどね、100キロぐらいのと明らかに200キロ以上の群れがなんかこう分かれてて、でやっぱり100キロぐらいのは結構バーッと出るけど、200キロのは単発でなんかちょっともわもわっと出るような感じで、でちょうどねいいところに目の前にイカがねバーッと食われて、で船長がね一押し、最後の一押しブーンっていってキャストしたら、ちょっとそのね的には入んなかったんだけど、やっぱり的には入らない方がさっきの場合がなんか良かった感じですね。バシャバシャ出てるところに朝一番投げた時に食わなかったんで、まあ届いてくれたらいいなという気持ちでキャストはしたんですけど、ちょっと5メーターぐらいショートして、逆にそれがイカのこの墨のところから少し離れた感じになって、なんかイカが逃げたように見えたのかなという、そんな感じですね。でそしたら横からドーンともう背中出して、でっかいマグロがね食いついてくるのが見えたんでね、やっぱりトップウォーターの究極ですよ、もうね。しかもね今のも完全にアオリカパターンのナブラ打ちで、いやーでかかったですね。はあ、推定250、自己記録です。まあ最新のタックルで取れたのがねすごい嬉しいですね。しかもこの津軽海峡のねアオリカパターン、いやー、はあ、いやーほんと今回良かったね、来てね。まあ前回のでも十分良かったんだけどね、まあ今回ねほんとねでかいサイズが狙えるっていうね、ほんとハイシーズンで、しかもねやっぱり自己記録を更新できて、まあ新しいタックルねやっぱり強いよね。まあマグロがいる限り、もうマグロがね釣り続ける限り、まあ本当にね、いつまでもね、まあどのぐらいまでできるかわかんないですけど、相手もでかくなってるんでね、年々ね。ただもうやっぱりマグロ釣りは大好きなんで、もう常にね海に出られる限りは挑んでいきたいなと思ってます。